ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA に行く前に絶対にチェックしてほしい新商品と超おすすめアイテムを紹介します。ゴールデンウィークということで久しぶりに IKEA に行かれる方にもとってもお役立ちできる内容かなと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。もうね、店内夏でしたよ。かなりディスプレイが変わってました。最新のルームセットも紹介していきます。IKEA ではですね、8年ぶりの超大作が4月に発売されまして、前々回の動画から紹介してますけども、これから IKEA 行かれる方はぜひ注目して見ていただきたいなと思います。では行ってみましょう。ストックホルムコレクションというのをキーワードで今年はぜひ IKEA 行ってほしいんですけども、過去最多の90商品以上がコレクションとして追加されています。こちらのソファーやテーブルもそうですし、クッションカバーやブランケットなども同じコレクションとなっています。ソファーが奥にある方なんですけど、4色展開の4色ともついに見ることができました。ソファーの生地がたるんでなくてパツンとした感じが本当に素敵です。こちらご興味のある方はぜひ最近の動画も見ていただけたらなと思います。今回は食器をご紹介していきます。めちゃくちゃ良かったです。まずはカラフェですね。食器じゃなかった。このフラスコのような形のカラフェ、とっても素敵ですね。花瓶のように使っても可愛いんじゃないでしょうか。オブジェ的に飾るだけでもとてもおしゃれだと思います。ガラスはとっても軽かったです。ミニマルな雰囲気がたまりません。で、隣のものと比べていただいてわかるかな、伝わるかちょっとわからないですけど、そこまで大きいサイズのものではないです。ゴールドとも相性良さそうですし、ウッドのトレイでも相性が良さそうです。今度こそ食器ですよ、食器。こちらはとても縁の大きなスープ用のお皿でしょうか。パスタ入れても良さそうですね。そんなにね、重たくなかったです。で、こちらは茶色のボウルですね。ちょっと赤みのあるブラウンで和風の雰囲気がありました。こちらも2個セットのお値段となっています。手作りのような風合いがあります。細かい模様が入っています。電子レンジ OK、 食洗機 OK です。そしておったまげたのがこちらのお皿です。プレート皿なんですけども、質感がもうすっごい綺麗でかっこいいんですよね。ブラックの質感、そしてこの模様が入ってまして、ちょっと石っぽい感じのとっても高級感があります。で、結構薄手でして2枚重ねても非常にスペースを取らないのもいいなと思いました。でもこれほんと欲しいなと思ったんですけど、ちょっとお高いんですよね。 IKEA にしては。大きい方のプレートもありました。これはお店に行ったら絶対に実物見てほしいです。めちゃくちゃかっこいいですよね。で、私が今回一番いいなと思ったのはこちらなんですけど、グレーのお皿で2枚セットになっています。形違いのものがセットになってるんですね。横長のお皿って意外と便利じゃないですか。で、マットな質感もとってもかっこいいですね。欲しい。周りのお客さんがこのセットをどんどんカゴに入れていってて、人気なのを目の当たりにしてきました。そしてこちらベージュのお皿はですね、こちらも同シリーズのものなんですけども、すごい大きかったです。どっしり、もうね、片手だともうこれ以上持ち上がらなかったですね。非力な私には。オンラインだとね、この辺のサイズ感わからないと思うんで注意してください。色合いはね、めちゃくちゃ綺麗。あとカトラリーもすごくかっこいいのが出ていまして、こちらです。ブラックのステンレススチールです。かっこいいですね。で、こちら24点セットのお値段となっています。なので IKEA の価格帯としては特別高いセットというわけではありません。高い方ですけども、ステンレスのカトラリーとしてはそんな高いものではないかなと思います。で、私がずっと欲しいのはこっちのカトラリーでこれもね、すごいおしゃれで某有名メーカーのようなデザインですが、とても可愛いなと思ってます。さっきのブラックのとこちらのとどちらが好きですかっていうインスタでアンケートを取ったら、こちらが 60% ぐらいで
多かったです。多少単価高くなってもいいんで、バラ売りでもね売ってくれたらなといつも思っています。もちろんバラ売りで売ってるものもあります。続きましてはストックホルムコレクションのグラスを紹介します。こちらのグラスはですね、他の IKEA の商品よりもガラスが薄くてかっこいいです。とても軽いですね。こちらは食洗機対応となっています。多分あったかいものや電子レンジはダメなのかなと思いました。書いてなかったですね。で、大きいサイズのものも売っています。こちらも4個セットになっています。軽いですね。で、ワイングラスも4つセットで売っていました。で、軽いといえばなんですけども、これ去年買いましたっけね。私すごいお気に入りがありまして、こちらのスキンフィスクという商品名のグラスです。取っ手がとても可愛いんですよ。そしてスタッキングできるデザインとなっています。こちらは単一ガラスで電子レンジも OK となっています。何がいいってめちゃくちゃ軽いんですよ。この間ね、1メートルぐらいの高さから思いっきり落としたんですけど割れてないです。まだ本当可愛くて毎日使っています。キッチン用品の新商品を紹介します。マンゴーフィスクという人気のお鍋があるんですけども、こちらの新色が出ていました。私もこちらの旧モデルを使ってるんですけども、夜間代わりにも使えますし、麺も茹でられるし、揚げ物もできるので重宝しています。とにかく見た目が可愛いのが押せるんですよ。で、フスト加工品ではなくセラミックコーティング品で PFAS 入ってないよっていうのをアピールしていました。私が店頭で見た時はまだオンラインサイトに載ってなかったんですけども、こちらの密閉容器を見つけまして購入しました。すぐ飛びついちゃいました。6点セットでこのお値段なので安いですよね。食洗機 OK なのもいいですね。動画の後半でいろいろ活用例紹介していきたいと思います。皆様なら何を入れますか？本体はプラスチック製で非常に軽いものとなっています。ここで最新のルームセットを紹介したいと思います。こちらのベッドルームのルームセット、とっても可愛くなっていました。ちょっとジャパンディーなテイストですよね。まずベッドとヘッドボードはマンダールというシリーズです。ペンダントライトも和紙のものでちょっと和風な雰囲気ですよね。私も購入しましたけども、大きめなのが可愛いんですよ。マンダールのベッドは下が収納もついていて、とても機能的なベッドです。で、反対側に置いてあるチェストはマルムシリーズだと思いますけども、上に置いてある花瓶がとっても印象的ですね。こちらもストックホルムコレクションのものです。すごいアーティスティックなデザインとなっています。ところどころツヤがあったりツヤ消しになっていたりというデザインになっていますね。これは本当何も飾らなくても枝とか刺さなくても花瓶だけで様になりますよね。 IKEA に行かれた際はぜひこういう収納の中も開けて見ていってください。収納グッズの活用例も見ることができます。こちらはスクープというボックスを使って仕切っていました。こちらの小さいサイドテーブルもストックホルムコレクションのものとなっています。シンプルなデザインがとっても素敵です。木の質感がとっても綺麗なんですよね。キャスターはついていないタイプです。先ほどのテーブルにもありましたけども、こちらの茶色のマグもストックホルムコレクションのものです。これ単体で買えるのいいですね。ほんと和風ですよね。クッションカバーもとっても素敵な組み合わせです。私もこのモノトーンのクッションカバーは購入しました。前回の動画で紹介しています。奥に2台並べてあるのはノールドシーサというシリーズの棚です。とても人気のあるシリーズです。扉が半分だけついていまして、結構見せる収納でございます。なので合わせてこのようなボックスも中のしまえるボックスも一緒に買われるのがおすすめです。半分はですねポールハンガーがついていて、半分は棚になっているというものです。
とね、ここでルームセット面白いなと思ったのは、このノルドシッサーの足元にもこのようなボックスで収納を作っているところです。4つも引き出しみたいに置かれていました。で、今回の購入品の紹介をしていきますけども、今回は合わせてこれも IKEA 行ったら買った方がいいよというアイテムを紹介していきます。で、まずは密閉容器、購入した時にすぐインスタグラムのストーリーズで紹介したんですけども、いや6個セットだったら安いですよっていうメッセージたくさんいただきました。閉める時かなりいい音がします。空気の抜ける。で、この空気弁みたいなところを最後に押して密閉するっていう感じですね。で、一応こちら入れ子になっていますので、使わない時はこんな風に収納することもできます。プラスチック非常に透明度が高くて綺麗だなと思いました。いや、慣れてなくってすいません、飛ばしちゃいました。で、何でもこのプシュっていうのをやりたくて開け閉めしてしまいました。はい。で、一旦食洗機に入れたいと思います。食洗機入れられるの本当いいですよね。朝ごはんの支度をしながら毎日使ってる IKEA のおすすめアイテムを紹介していきたいと思います。まずはやっぱりこのバリエラーですね。いつもこうやって水切りラック代わりで使っています。水筒やせいろを乾かすのにぴったりです。で、せいろの乾かし方なんですけども、いい方法をフォロワー様から教えていただきました。それがこちらのマグネットクリップを使用します。こちらも IKEA に行ったらマストバイアイテムの一つです。そして非常に小さい商品なので3つセットで売ってるんですけども、売り場の場所が分かりにくいもののうちの一つです。 IKEA に慣れてない方はぜひ事前にオンラインサイトで売り場情報が載ってますので、そちらチェックしてから買いに行ってください。広い店内で見逃すと大変ですから。で、このマグネットクリップ非常に強力なので、このバチンと感伝わりますか？で、ここにせいろを干して乾かすんですって。天才じゃないですか。こちらのグラスも超多用しています。6個セットでそんなに使わんわと思ったんですけども、めっちゃ使います。ガラスの保存容器もとってもおすすめですので、ぜひチェックしてください。竹の蓋が私は好きです。蓋とね、容器別々で買うことができます。ガラスの保存容器はプラスチックより色や匂いがつきにくいのがいいですね。こんな感じでグラスめっちゃ使うんですよ。では早速いろいろ保存容器に入れてみたいと思います。まずはティーバッグですね。このチャック付き袋って結構閉めるのがめんどくさかったので入れ替えたいと思います。こちらは蜂蜜パウダー入りの紅茶でして、すごく匂うんですよいい匂いがするんですよ。なのでね、密閉したいんですよね。最近こっそり YouTube 講座みたいなものをやってまして、2時間喋り続けるんですよ。するとね、喉が持たなくってですね、こちらのティーバッグ紹介してもらいまして買うようになりました。ちょっとね、意外とこの小さい容器だと入りきらなかったので、ちょっと入りきらなかった分は飲みました。あとは開封しちゃったお菓子なんか入れてもいいですね。中身が分かりやすくていいですね。あとこの縦長タイプなんですけど、ルイボスティーのティーバッグはちょっとね入りきらなかったですね。あと毎日使う系はこの蓋ちょっとめんどくさいかなと思いました。フレッシュロックの方がいいかなと思います。で、こちらの麦茶のティーバッグもフレッシュロック使ってたんですけど、フレッシュロックいいんですけど食洗機ダメなんでね、ちょっと入れ替えてみました。あと今回 IKEA の容器は細長い形なので冷蔵庫の中で収まりがいいなと思いました。このプシューが気持ちよくて何回もやってしまう。こちらの背の低いタイプには粉タイプのコーヒーを入れておきました。綺麗に重ねることができます。で、今回の保存容器は長細いパスタは入らなかったんですね。で、私が使っている容器も IKEA の商品なので紹介したいと思います。結構長いこともう使ってますね。食洗機 OK でして、蓋の部分に一応パッキンもついています。すごい密閉されるかというとちょっと不安ではありますけども、でこのように注ぎやすい形状なのでとても便利なんですよ。で、こちらパスタもこのように注ぐっていうか、ここから出し入れできてとても便利です。パッケージのまま入れられるサイズなので茹で時間などを忘れなくてとてもいいなと思っています。
あととてもスリムなのも気に入っているポイントです。持ちやすいですし、収納スペースも有効に使えます。こちらのオートミールもぴったり綺麗に入るので使いやすいです。チャックの開閉よりも時短なのでおすすめです。この保存容器は今後も活用例いろいろ考えてみたいなと思っています。冷蔵庫の中のリーフティーなんかも入れてみたいなと思っています。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録を押していただけると嬉しいです。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。